これから Web クラスでのテストの実施方法についてご紹介します。Web クラスには3種類のテストがあります。1つ目は実習用テストです。教員から指定がない限り何度でも実施でき、テスト後に正解と解説を確認できるテストです。2つ目は試験用テストです。テスト終了後に正解や解説が表示されない試験形式のテストです。3つ目は一問一答テストです。設問ごとに回答後すぐに正解と解説を確認できる形式のテストです。それではそれぞれのテストの実施方法について詳しく見ていきましょう。まずはじめに Web クラスを利用する際の注意点をご案内いたします。Web クラスでは PC やスマホ、タブレットで複数のウィンドウを同時に開くことはできません。複数の教材を同時に実行するとエラーが発生する可能性があり、回答や成績データが正しく記録されない恐れがあります。次のような操作は行わないようにご注意ください。PC で複数のタブで Web クラスを実施する。スマホ、タブレットで複数のタブで Web クラスを実施する。PC、スマホ、タブレットともに別のブラウザーと併用して Web クラスを実施する。Web クラスで実施したいテストのコースにアクセスします。Web クラスでは授業をコースと呼びます。コースに入ると教員が作成した教材の一覧が表示されます。その中から実施したいテストを選択します。テストに締め切りが設定されている場合、テストのタイトル名の下に締め切り日時が表示されます。締め切りを過ぎるとテストの実施ができなくなるため、締め切りに注意しましょう。テストのタイトル名をタップすると課題の詳細が表示されます。ここでは小テスト自習用を選択します。教員が注意事項や合格点を設定している場合、それらは実行時に表示されます。各設問に回答します。設問が複数ある場合は、目次から設問番号を選択か、次へをタップして次の問題に進みます。問題の回答方法は、選択式や記述式など、教員の設定によって異なります。すべての設問に回答したら、採点をタップします。結果が表示されます。教員の採点が必要な設問は2と表示されます。教員が採点すると、丸か×がつき、点数が表示されます。未採点の答案は、教員の採点が終わるまでは得点に反映されないため注意してください。設問の結果、解説を確認したい場合は、各設問をタップします。前へ、次へで確認したい設問を変更できます。結果に戻るで、結果画面へ戻れます。小テスト、試験用をタップします。すべての設問に回答し、終了をタップします。未回答の設問がある場合、本当に終了しても良いかの確認が出ます。良ければ終了をタップします。解説は表示されません。小テスト、一問一答をタップします。各設問に回答し、回答チェックをタップして解説を確認します。確認後、次へをタップして次の設問に進みます。すべての設問に回答したら、採点をタップします。結果が表示されます。コースに戻るで一覧画面へ戻ります。実習用テストや一問一答テストの点数は成績画面から確認できます。画面右上メニューの成績タブから集計もしくはテスト結果を選択します。集計では自身が実施したテストの点数が一覧で表示されます。テストのタイトルか点数をタップすると詳細を確認できます。試験テストの場合、点数や解説は確認できません。実習用の場合、
結果履歴をタップすると得点や合否を確認できます。また日時をタップすると得点率や解説を確認できます。教員の採点が必要な回答についてはマイレポートから点数やコメントなどを確認できます。点数をタップすると解説も確認できます。以上で Web クラスでのテストの実施方法の説明を終了します。ご視聴ありがとうございました。